皆さんこんにちは。よしアートチャンネルへようこそ。よしのりです。このチャンネルは楽しく自分のペースで絵を描きたい方のために、絵の描き方から画材の使い方などさまざまなアートな情報をお届けしています。興味のある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それから高評価などもいただけるととても嬉しいです。今回の動画なんですけれども、顔を描いてみたいと思います。カバの顔を描くのもいいんですけれども、まずはね、人間の顔を描きたいと思います。とはいうものの、いきなりモデルさんを描くというのもね、ちょっとハードルが高いので、はい、これをね、描きましょうか。これはね、近所のホームセンターの、園芸コーナーで買ってきたんですけれども、これ見てください。中がこう空洞になってますよね。そしてこう半分がこうカットされてて平らになってますけどもね。でここにこの引っ掛けるような穴があって、ここはなんか水抜きの穴かな、あるんですね。つまりここにお花などを植えて、こう壁にかける、ね、そういうものだと思うんですけれどもね。とはいうものの、これね見るとなかなかこの美しい顔立ちというか、ちょっとギリシャ彫刻のようなね感じもしますけれどもね、これをね描いていきたいと思います。言うなればちょっとこう石膏デッサンに近い感じかもしれませんね。はい、ニュー TMK ポスター紙イラストレーションボードをカルトンにセットしました。ちなみにモチーフがセットしてある状態はこんな感じです。そして椅子に座っている状態でモチーフがこのように見えています。まずはモチーフの中心を見つけましょう。今出てきた青い線の枠はモチーフの上下左右一番出っ張っているところに触れている枠です。これから描くイラストレーションボードの大きさ、比率とは全く関係ないことに注意してください。今中央に出てきたプラスマークが枠の中心であるのと同時にモチーフの中心です。デッサンを描くイラストレーションボードの中心にもプラスのマークを描いて、そこにモチーフの中心を当てはめて描きましょう。モチーフの中心と紙の中心がぴったり一致していれば、そこを基準に他の形を描くことができますよね。中心の見つけ方なんですけれども、イラストレーションボードのようなね紙でしたら定規を使って正確な中心をね求めることができますけれども、モチーフの場合はですね、例えばこのようなまっすぐな棒を使ってこう中心がどこかなっていうことを見つけてもいいですし、あとこれですね、このデスケを使うと中心を見つけやすいです。これを通してこう覗いてあげてモチーフの中心をね、見つければいいわけですよね。比較的楽ですね。こう十字が切ってありますので、こういうのを使うのもいいでしょう。詳しい使い方などはまた別な動画で説明したいと思います。では先を急ぎましょう。さて、ここからはおなじみになりましたアートライアングルの見るを実践していきましょう。まずは正中線、中心線とも言いますかね、これがどこを通っているかを確認していきます。正中線、かなりデコボコしていますよね。特に鼻、それから唇のところなどはね、非常にこの高低差があります。デッサンの描き始めはそんなに細かい正中線の高低差はもちろん描かなくて良いので、ざっくりとこんな感じで大きく正中線を捉えて、顔の向き、傾きなどを捉えてみましょう。ただしざっくりといってもですね、ここで示したようにどこでもいいんです。任意の点でいいんですけれども、この A、B2 点を自分で決めて、その角度は正確に測ってください。ということで、正中線の位置をしっかりと意識しましょう。次に正中線とほぼ直角で交わるであろうこの左右の目の位置、こ
れもですね、このような構造線を引いてしっかりと確認しましょう。これも正中線と同様にですね、デッサンの描き始めの時に実際に描いてみると良いですね。さらに左右の眉をつなげた構造線、そして鼻の付け根の下側ですね、ここからも構造線を引いてみましょう。でここで注目してほしいのはですね、この構造線、耳たぶの下側と一致してるんですね。このように鼻の付け根の下側と耳たぶの下側がほぼ同じ位置にあるっていうのをね、覚えておくといいですよ。口の位置を表す構造線、これもね、全体のバランスを見る上では書いてみるのも良いと思います。正中線、それからそれぞれの構造線などがですね、どの位置にあってどのくらいの角度で傾いているのか、それらを確認してデッサンの描き始めの時に実際に紙の上に描いてみる、これがとても大切です。この紫色の線は顔の正面と側面の境目です。鼻も同様に正面と側面の境目がここにあります。正面と側面の境目から大きく明暗で分けてみました。このように顔を大きな面で捉え、そしてそこに明暗の流れを当てはめるということですね。さらにここに反射光を加えるとより立体的に見えてきます。先ほどモチーフの中心をね見つけましたけれども、同じように今紙の中心に十字の線を描きました。大切なのは紙の中心とモチーフの中心をいつもぴったりと合わせて描くということですね。これがずれちゃうと形が狂いやすいです。さあ、そろそろ全体を大きく面で捉えるということをやっていきましょう。つまり明暗の流れがどこに生じるのか、それを探していきます。はい、いかがでしたでしょうか。顔を描くときにはですね、自分から見て正中線が垂直に対してどのくらい傾いているのか、あるいは構造線が水平に対してどのくらい傾いているのか、
これをしっかりと捉えることがね、とても重要です。この書き方はですね、石膏デッサンであるとか、あるいは実際の、モデルさんを描くときにもね、十分使えますので、マスターしてください。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。皆さんお疲れ様でした。